皆さんこんにちは、とじこです。今回私、奈良県の十津川村にキャンプをしにやってきました。十津川村といえば、有名な谷瀬の吊り橋ですよね。もちろん行ってきましたよ。後でご紹介しますね。今回お世話になったキャンプ場は谷瀬の吊り橋オートキャンプ場さんです。吊り橋のすぐそばのふもとで川のほとりにあります。ご覧のように地面が砂利といいますか小石なので硬くてペグ打ちが結構力がいりました。今回のテントは小川のタスト TC で八角形の形で使ってみようと思います。この小川タストは一つ持っていれば六角形、七角形、八角形と形を変えて使うことができて、状況や気分によって楽しむことができるというお得なテントなんですよ。八角形で設営すると高さ195センチ、幅は4メーター80センチになります。ご覧のように少し平べったい感じですね。中にキャンプギアたちも置いてみたのでご覧ください。今回はインナーテントを使わずにコットをそのまま置いてみました。中はかなり広々と使いましたよ。まあ私は小柄なので問題なく快適に使えましたが、大柄の方だと高さに圧迫感があるかもしれません。中心部は195センチですが、裾が広がっている分テントが傾斜してきますので、どうしてもデッドスペースができることになってしまいます。六角形七角形で設営した動画のリンクを貼っておきますので、また見比べてみてください。さてさて、楽しみにしていた谷瀬の吊り橋へやってきました。この日は天気がすごく良かったのもありますが、とにかく素晴らしい景観です。駐車代が800円かかりましたが、吊り橋は無料で渡れます。長さは297メートル、高さ54メートルで、住民の生活のために架けられている吊り橋として日本一だそうです。十津川村民の生活道路っていうことですよね。川の向こう側が今日泊まるキャンプ場になります。この谷瀬の吊り橋は関西ではとても有名で、一度行ってみたいってずっと思っていたので、今回来れてとっても嬉しいです。いよいよ渡ります。ドキドキです。吊り橋の幅は2メートルで、中央の板の部分は80センチだそうです。吊り橋の下を流れている川は十津川だそうですよ。本当は今日吊り橋の真下にある吊り橋の里キャンプ場に行こうと思ってたんですよ。でも朝からちょっといろいろハプニングがございまして、結局吊り橋から少し離れたところにあるキャンプ場の方に泊まることにしました。でもなんかやっぱり真下のキャンプ場気になるなと思いながら歩いています。さてさて、この十津川村は奈良県の最南端で和歌山県と隣接していて、奈良県内では一番大きい村だそうですよ。西村京太郎さんの小説やドラマ十津川警部シリーズでも有名ですよね。西村さんはこの場所と十津川という名前の響きが気に入って使われたそうなんですが、小説の方ではあえて十津川と濁音にされたっていうことだそうです。今吊り橋を歩いていますけれども、板がミシミシと音を立ててるんですが、思ったほど揺れなくて安定してて安心感持って渡れるなって感じです。
この吊り橋はとっても有名ですから、私の周囲でも行ってきたっていう人がすごくたくさんいるんですね。で、めっちゃ怖かったわっていう人と、いやそうでもなかったよとかっていう人と半々ぐらいいてたんですが、私割と、楽しく渡れました。片道渡りきるのにだいたい 7,8 分ぐらいかかったと思います。こっち側には散歩道があって、吊り橋が見える展望台があるようです。ここはちょっとした東や休憩スペースがあって、そこからでも十分壮大な連なる山々と綺麗な川の眺望が楽しめました。ではでは引き返して行きたいと思います。この吊り橋が作られる前は川に直接木の橋を渡していたらしいんですが、洪水のたびに流されるので村民が大金を出し合って作られた吊り橋っていうことだそうですよ。明治22年に大水害があったらしく、当時の被災者たちが新天地を北海道に求めて移住して、それが今の新十津川町だそうです。現在のように物が豊かでなかった時代なのに、助け合いの心で資材を投じて通行料も取らず真心が息づいている感じですね。さてテントに戻ってきました。外気温は31度もあります。散歩がてらちょっとキャンプ場を歩いて紹介していきたいと思います。さっきも少し触れたんですけれども、今日は本当は吊り橋の真下にあるキャンプ場に泊まる予定だったんですね。それで受付まで行ったんですけれども、管理人さんがいらっしゃらなくて15分ぐらい待ったんですけど、誰もいなくて呼び鈴鳴らしても無反応だったので、もう諦めてその隣にある今日泊まる谷瀬の吊り橋キャンプ場さんに入ったといういきさつがありました。どちらのキャンプ場でも良かったんですけれども、隣同士だし料金も同じだし、チェックインチェックアウトの時間も同じ、予約なしのフリーサイトっていうのも同じだったので、吊り橋が見れる方がいいかなと思ったんですけれども、そんなこんなで朝からちょっとハプニングがありました。ここのキャンプ場からも橋の方に行けば吊り橋は見えるんで、そこでテントを張っている方2組ぐらいいらっしゃいました。とにかく広いところです。売店もありますし、トイレや炊事場もとっても綺麗でしたよ。チェックインは朝7時からで、チェックアウトは翌日の夕方5時までで、今日支払った金額は2500円払いました。とってもリーズナブルな金額ですよね。川には魚がいっぱいいてるらしく、川遊びもできるっていうことですので、お子様連れファミリーにもうってつけだと思いますよ。今映っているのはトイレ、洗面、炊事場なんですけど、とっても綺麗です。有料のバンガローとか、あと五右衛門風呂とかシャワー室なんかもありましたよ。とにかくここ奈良県や和歌山県もそうなんですけれども、山がとっても大きいんですよね。木一本一本も大きいし、山も大きくて、山が深いっていう表現がぴったりなんですよ。山あいにはこうして綺麗な川が流れていて、初夏の頃にはホタルも鑑賞できるそうですよ。そしてなんといっても星空がすっごい美しいんですよ。今日はなんとか視聴者の皆様にも美しい星空をお届けしたくて、星空の撮影の仕方を少し勉強してきましたんですが、後で出てきますので見てくださいね。あ
新しい焚き火台を購入したんです。コールマンの焚き火台で直径30センチのものです。それに合わせて別売ですけれども五徳も一緒に購入しました。私は焚き火はもう観賞用と決めていて、調理にはお鍋とかが汚れるのでほとんど使わないんですね。こうやって薪を立てておいて焚き火をするのが好みなんです。薪を立てておいた方がよく燃えるし、このフォルムがとっても好きなんですよ。なんか典型的な焚き火の形っていう感じがしませんか？五徳は薪を立てかけるためのものとして購入したんですけれども、大正解の大満足でした。このコールマンの焚き火台は45センチと30センチがあったんですけれども、すっごい迷った末に結局30センチの小さい方にしたんですよ。ソロですしほとんど観賞用っていうことですので小さい方にしたんですけれども、そのおかげで軽量コンパクトにできて、お値段の方も焚き火台の方が3300円、五徳の方が2000円で2つ合わせても5300円ほどだったので、お財布にも優しい感じで終わらすことができて大満足です。また説明欄に商品のリンクを貼っておきますので、ご興味のある方はぜひ見てみてくださいね。さて現在午後6時45分ぐらいです。テントに入って夕食にしようと思います。今日は缶詰のキャンベルのクリームマッシュルームスープに自家製のハンバーグを入れていただこうと思います。日の入りの時間もめっきり遅くなってきましたよね。この季節こうやってテントを開け放っても虫がいないので本当に快適です。ノンアルコールワインを飲んで至福の時間を満喫しています。ちょっと前の動画で和歌山県の温泉キャンプの動画をアップしたんですけれども、そこはこの十津川村から車でもう1時間ぐらい走らせたところで、地図上ではほぼ隣接してて、ですから風景がほとんどよく似てるんですね。すごく落ち着くというか、とっても癒されます。でも奈良や和歌山に癒される理由は風景以外に別にもう一つあるんです。これはちょっとこんな話していいかなっていうような話なんですけれども、もう30年以上も昔のことだし、焚き火を見てたら昔ひどく傷ついたことを思い出してしまって、私は大阪生まれの大阪育ちで人生のほとんどを大阪で過ごしてきたんですが、20代の頃大阪の中心のオフィス街で会社員をしてたんですね。それで神戸や京都、奈良、和歌山の人たちもたくさん働きに来てたんですよ。それであの頃よくこんなこと言われました。関西って一つでまとめんといてくれる？下品な大阪人と一緒にせんといてほしいねん。それとか住所に大阪が入るなんて死んでも嫌とか、大阪は日本のタンツボとか、犯罪者ってみんな大阪行くよね。そんなことを面と向かって言われるんですよ。男女も年齢も関係なかったです。テレビ番組も煽ってましたね、あの頃。東京 VS 大阪とか。もう今は社会が成熟して日本人全体が大人になって、そんな低レベルなことを言う人やテレビ番組企画なんかもほとんどなくなりましたけれども、半分本当の話だし、自分の性格的にもうまく言い返すことができなくて、ごめんなさい。これはもう大昔の話で、なおかつ私の半径2メーターぐらいの狭い話ですよ。でもね、奈良と和歌山の人たちからは一度も言われたことないんです。それどころかむしろ
私ら田舎もんやしとか、大阪まで来なまともな仕事ないしとかってすっごい謙虚なんですよ。ですから奈良和歌山の人や町が大好きなんです。さて焚き火も終えてシャワーも浴びてきたので、そろそろ眠ることにします。おやすみなさい。2日目の朝を迎えました。現在6時45分ぐらいです。明け方の冷え込みもさすがにもう氷点下にはなりませんでした。寝るときはシュラフの中に湯たんぽと電気毛布を使いましたが、ガスストーブは一度も使いませんでした。もう確実に季節が変わりましたね。この時間は少し寒かったんですが、天気予報では今日の日中はすごく気温が上がるとのことです。少し休んで朝食の準備を始めようと思います。太陽が当たり始めるとどんどん気温が上がっていき、暑いくらいになっていきました。朝食は昨日の夜のクリームマッシュルームスープの残りとパンとコーヒーです。簡単に済ませました。朝食を食べているこの時間はまだ快適で良かったんですが、この後気温がとてつもなく上がっていき、もうギブアップ状態にまでなってしまいました。つい2週間前には吹雪の中雪中キャンプをしたものですから、寒さ対策ばかり考えて、暑くなった時の対策を全く考えていなかったのです。 T シャツとか薄手の服を全く持って行ってなくって大後悔しました。普通にしててもこの時期寒暖差が激しいのに、ましてやアウトドアでキャンプでってなると、もっと服装を考えるべきでした。本当はこのキャンプ場には夕方5時まで入れるので、お昼ご飯やおやつを食べてゆっくり過ごすつもりでいたんですけれども、午前11時過ぎた頃に外気温は31度まで上がり、テントの中は35度を超えたところで暑さの限界を感じて撤収に取り掛かりました。いやー、春で温暖だからといってキャンプをなめてかかったらあかんなーって改めて思い知らされました。今回この30度の寒暖差に完全に打ちのめされたんですけれども、よく気象予報士の方がおっしゃってるんですが、皆さん春の 3K ってご存知ですか？春の 3K っていうのは強風、花粉、寒暖差だそうなんですけれども、私も本当にもう今回思い知らされました。外も30度超え、テントの中も35度まで上がったので、もう片付けます。まあ失敗から学んだりもありましたが、吊り橋にも行けたし、綺麗な星空も見れて、今回も楽しいキャンプになりました。最後までご視聴くださりありがとうございました。視聴者様も春の 3K に気をつけてくださいませね。強風、花粉、寒暖差ですよ。ではでは、チャンネル登録とグッドボタン、コメントもよろしくお願いします。Have a nice day!